こんにちは。お元気ですか？今回は一人暮らしの1ヶ月の生活費の公開になります。先月7月の生活費の紹介になります。いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。そして最後に1ヶ月の生活費で何にどれくらい使ってるのかを円グラフパーセンテージで出してますので、よろしければ、参考にしてみてください。では1ヶ月の生活費、7月の生活費ですね、いってみますね。まずは固定費から、家賃42,284円、地方在住一人暮らし 1K のアパートに住んでおります。駅近、スーパーとコンビニも近くてね、結構便利だなっていう感じでございます。はい、続いて電気代ですね。3,623円。電気代ちょっとずつ上がってきてますね。前回よりね763円上がってきてますね。とはいえまだ3,000円台だったらね、まだそんなに高くないかなっていう印象でございます。7月の電気代なんでね、6月使用分っていうことなので、6月はねそんなにエアコン使ってないと思うので、まだなのでね、来月ぐらいから電気代が結構高くなるんじゃないかなって思います。では続きましてガス代は3,885円ですね。ガス代はまたぐっと安くなりましたね、今回は。前回に比べてマイナス1,402円になってます。やっぱね、ガス代はね、単純に寒い季節、気温が低ければ低いほどガス代は高くなって、暑ければ暑くなるほどガス代は安くなるっていう方程式なので、夏の間はねガス代、来月はさらに下がるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、では次は水道料金3,435円。水道の支払いは2ヶ月に1回あるんですけれども、これはね2ヶ月分を半分にした金額をね、一応1ヶ月使用分っていう感じで、ここに載せてます。水道4月と5月に使った分が6,870円だったので、その半額を、今回の、水道料金支払い分っていう風に載せてます。では続いて、携帯電話1,081円、楽天モバイルのね多分一番安いプランかなに入ってるんですけれども、3GB までだったら1,081円っていうプランでして、私は家にいる時はね Wi-Fi につないでるので、基本的にはね3ギガを超えることはないです。そもそも引きこもりなので、外に出かけることがスーパーにお買い物に行くくらいしかないので、3ギガを超えることはまずありえないっていう感じですね。なので毎回1,081円っていう感じになってます。で次は Wi-Fi ですね。5,368円、ソフトバンクエアーを使ってますね。契約当初はね安くて、一定期間過ぎるとちょっと高くなるっていうね、Wi-Fi あるあるの金額なんですけれどもね、そろそろねWi-Fi の機器代の支払い期間が多分ね11月ぐらいに終わると思うんで、そしたらねちょっと違う Wi-Fi に乗り換えようかなっていうのも考えてます。ということで以上が固定費でした。59,676円ですね。水道光熱費、電気とかガス代が安くなってる分、今回はねここは比較的お安めの金額なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では続きまして変動費ですね。まずは食材費16,547円。これは食費というより、自炊をする時に買った食材を買ったね、自炊をする
もうちょっとうまく喋れないんですけど、自炊用に買った食材の金額なので、それ以外の外食したりとかお菓子買ったりとかそういうのは含まれてないです。お家でお料理するために買った食材費がこの金額っていう感じですね。だいたいね2万円くらいかな目安がっていうふうにいつも思ってるんですけれども、今回はねすごく安かったなっていう感じなんですけれども、まずねその一つの要因としてはお米をね多分買わなかったかな。7月の最初にちょこっとだけ買ったかもしれないけど、お米がね毎回ちょっと多めに買っとこうっていうのを数ヶ月繰り返したらね、ちょっとストックがある程度溜まっちゃったので、溜まったってほどじゃないんですけども、今まではその時食べる分だけ買ってたんですけれども、いろいろ米騒動とかもねありますので、ちょっとだけ多めに買っておこうっていうのを繰り返してるうちに若干ストックが溜まったので、夏っていうのもあってねちょっと消費しようかなと思ってね買うのをやめたりとかしてました。ただねそれでもやっぱりいろいろ震災の備えとかね備蓄っていう観点でもね本当はもうちょっと買っといた方がいいのかな。1ヶ月分くらいは常に買っておいた方がいいのかもしれないですね。夏だからあんまストックしたくないっていう気持ちもあったんですけども、ものすごい買っちゃってるわけじゃないんですけれども、そうだな、私が1ヶ月半くらいは食べれるくらいのものがあるので、今回ちょっと買わずにねお米はなんとなくちょっと消費に回してしまいました。今はねお米売ってますけれども、またね秋口ぐらいになってくると去年と同じようにお米がスーパーの棚からちょっと消えてきたりすることもあるんですかね。何せ今回ね夏とかも雨が降らなかったじゃないですか。だからお米もきっと不作になってると思うんですよね今年って。そういうのを考えると去年以上にねお米のストックってちょっと心配なんじゃないのっていう気がしちゃうんですけどね。新米の方とかねどうなんですかね。とにかく外国に輸出とかしないでね米農家を応援して、減反政策とかね実質続いちゃってる減反とかもねどうにかしてとにかく米の生産量を増やしてお米くらいねみんなちゃんと食べれるようになりたいですよね。お米のね金額が上がってしまったのは別にそのままでももういいのでっていうのもあれですけど、別に私がお金に余裕があるわけじゃないんですけども、お米それくらい価値はあるっていうのはもう分かってると思うんで、米農家さんにねきちんとお金が行き渡るようなね仕組みになってほしいなと思いますね。米農家になればちゃんと生活ができるんだぞっていうようなくらいお米が行き渡れば、これから米農家になるっていうね職業選択の自由っていうのもね若い方にも出てくるかと思いますしね。そんな感じでお米はね今回ちょっとあまり買わなかったっていうのと、あと調味料とかねいろいろストック食材とかも今回は買わなかったと思うんですよ。ココアとかオートミールとか1回にちょっと買っとくと 2,3 ヶ月持つとかねそういうものとか買うのがなかったので、今回は食材費がね2万円くらいが目安なところ今回低くなったなっていう印象でございます。はい、続きまして次はお菓子代ですね。ちょっとねお菓子代多いんですけど今回5,628円です。ただねこの金額の中には内訳で、1,300円くらいが炭酸水ですね。炭酸水が入ってます。これお菓子じゃないんですけれども、このお菓子代って入れてるところにはね普段のこの体をちゃんと維持するための食物を食べるものじゃなくて、娯楽食いとして買って食べてる娯楽として食べてるものをここに入れるようにしてるんですね。なので炭酸水も娯楽として買ってる感じがあるのでここに入れちゃってたんですよね
そうそう、だから今回ね5600いくらっていう結構な金額になってますけども、ただね炭酸水の1300円を抜いてもね4328円なので、どっちにしろお菓子代今回あれちょこちょこ食べてたら結構お菓子食べ過ぎちゃったなっていう印象はありますね。結構ねおせんべいとかよく食べてたし、アイスとかもねそんなに頻繁にじゃないけどそこそこ買ってたんで、このアイスって高いじゃないですか。1個200円とか場合によっては300円とかするじゃないですか。安い評価とかねガリガリ君的なものだったら100円くらいで買えたりとかするんですけども、なのでねちょっとお菓子代が増えちゃいました。まあね、ただ健康のことを考えるとそこまでバカ食いした記憶はないので、まあこうちょっとお金分はいっちゃったけど、まあ健康を害するぐらいバカ食ったかなって考えると、ギリギリセーフかなっていう気がするので、OK っていうことにしたいと思います。で続きましてコーヒー豆ですね。コーヒー豆はストックがあったので先月7月は買わずに済みましたね。ちょっとね夏になってからねコーヒーを飲む機会がねやっぱ暑すぎるせいかね炭酸水とかに流れちゃってるんでね飲む機会が減ってる感じですね。で飲みたいとかねそういう欲求が起こらないのであればちょっとコーヒーをねある程度飲まない期間を作るっていうのもいいかなと思って、飲みたいと思わない限りは、無理にというかね習慣だからとして飲んだりはしてないですね。なので最近の私のこの動画のね映像がねコーヒーを入れる画面じゃなくてね、ただ立ってね仕事してる時の映像だったりすることがあるんですけれども、要はコーヒー入れてなかったからその映像がないから、とりあえずこう静止画で何でもいいからっていうと立って仕事をしてる映像になってたっていう感じですね。はい、では続いて生活用品3241円ですね。普通って感じですね。特にここは感想はないっていう感じですね。で次はこの0000ってね全部ゼロが並んじゃってますけども、まず医療健康、特に何も医療も関わってないし健康に対する何にもお金使ってないしっていう感じですね。で外食カフェ、ここはね毎月必ずここにはお金を入れようと思ってるんですけどね、引きこもらずに月に1回ぐらいは外でご飯食べたりカフェでお茶したりとかしよう、気が乗らなくても1回ぐらいは行こうっていう風に決めて、6月は行ったんですけどね、7月はね暑かったのもあってねなんかね行かなかったんですよね。今月8月はね行きたいと思います。ちょっとねその近場のカフェとかお店とかのインスタとかをチェックしてね美味しいかき氷やってないかなとかそういうのをチェックしてちょっとこう涼みに行くくらいのね感じでね行けたらななんて思いますね。ただねそれもめんどくさくなっちゃって、だったらこうセブンでアイス買ってくればいいかなとかねそういうの考えちゃったりするんですけども、よし8月はちゃんと外に出てカフェとか外食を1回はしたいなと思います。ということで引きこもってたので交通費も交際費ももちろんないですし、娯楽もレジャーもないしっていう感じですね。はい。でその最後美容衣類ですね。これは衣類なんですけども、これ衣類って言ってもですねなんか好きなお洋服を買ったっていうんじゃなくて下着ですね。消耗品なんでここに入れるというより生活用品に入れてもいいんじゃないかなっていう気がしたんですけども、一応衣類に入るのかなと思って、ちょっと前の動画でも言いましたけどベルメゾン、ネット通販のベルメゾンでちょっと必要なものをお買い物をしたんですよね。タオルとかねレースカーテンとかねカーテンが穴が開いてたんで、その時ねついでだからなんか必要なものあったかなっていろいろ考えて
ちょこちょこっとお買い物しといたんですけども、それで下着関係とかも消耗品なんで定期的に買わないとっていうのもあって、3580円分ほどねちょっと買っておきました。はい、ということで、変動費の合計が、28,996円でございました。食材費が少なかったせいか3万もいかないので、結構今回も少ない方なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、では続きまして社会保険料ですね。はい、まず国民年金17,510円ですね。これ国民年金、この動画で話すの初めてじゃないですか。私もうずっと国民年金払ってなかったんですよ。先月ね7月の中旬ぐらいにね国民年金の私ずっと免除してたんですけど、免除で払ってなかったんですね。免除申請出してて、でそれが毎年今年もこの免除できますよとかいう通知が1年ごとに来るんですよ。免除申請を継続できますとか。それがね今回ね延長不承認っていうはがきが来たんですね。だから今回はもう延長免除はできませんということで、あなたは払ってくださいというような連絡が来て、払わなきゃなったんだなっていうふうに思ったんですよ。ちょうどね私も去年の10月ぐらいからかなちょっとずつ収入が出てきたところだったので、そろそろ払おうかなって思ってたところだったので、ちょうどいいかなっていうふうに思ったんですね。で去年私その年の初め頃にちょこっとだけ働いたのと、あとは10月か11月かなくらいに収入が出始めたような感じなんで、多分収入的にね100万くらいだと思うんですよね。で私その国民年金とか国民健康保険とか社会保険じゃないから引かれないお金でまんま100万円ちょっとぐらいだったかなくらいの収入だったんですけれども、それくらいでもね国民年金って免除はできないんだなっていうふうに思いました。単純な金額だけの理由じゃないんだろうなとは思うんですけどもね、その審査基準みたいのがね。あとはもしかしたら全額免除じゃなくて半額免除とかだったらもしかしたら申請すればできるとかね、そういうのもあったのかもしれないですけど、でもね100万くらいしか収入がない人でもね免除ってできないんだと思ってね、ちょっとそれはびっくりしましたで久しぶりにそんな感じで国民年金は今回から払うことになりましたっていう感じですね。にしても国民年金久々に金額見たらさ高いですね。17,500等円なんてね本当私が若い頃13,000いくらぐらいだったような気がするし、ちょっと前も15,000いくらぐらいだったような気がしたんですけどもどうしよう、そのうち私があと10年後くらいには 2万円超えてたりするんじゃないですかね年金のために3日ぐらい働かなきゃならないとかね、そういう感じになっちゃうんでしょうね恐ろしやっていう感じですけど、ただね団塊の世代の方がね年金をもらうお年になってるっていうのを考えたらね、団塊の世代っていうか団塊ジュニアがねそこの大きい部分のお金を賄うのにねその時働いてる人間たちが払った分じゃないとできないってことになりますのでそう考えるとそうなるんだろうなっていうふうに思ったりしましたね。いやー年金高いですねはい、では続きまして国民健康保険が12,700円ですね。これ
これ私だいぶ安い方だと思うんですよね。さっきも言ったように私去年100万円くらいしか稼いでない人間がこの金額なのでね、200万稼いだら2万いくらになっちゃうのかしら。しかもね、私国民健康保険の通知が来た時、私ちょっとだけでもないな、ちゃんと合ってるかっていうのを計算したりとかしたんですよ。そしたらね、私ギリギリでちょっとだけ割引ができるのに入ってて、割り引かれてこの金額なのでね、だからちょっとね高いなっていう気はしますね。この社会保険料系高いですよねはい、ということで社会保険料は3万210円でございました。来月からね毎回3万210円かかるんだろうなっていう感じでございます。来月からっていうか今月からか。はい、では最後に、特別出費ですね。これはさっき言ったベルメゾンですね。ベルメゾンでお買い物をしたうちのちょっと下着だけ美容衣類のとこに入れちゃいましたけども、それ以外のものはねタオルとレースカーテンを買ったっていう感じですね。タオルもね生活用品に入れるものなのかどうかちょっとよく分かんなかったんですけども、でも普段買うもんじゃないのでちょっと特別出費の方に入れときました。タオルはねちょっと前の動画でも写真入りで、紹介しましたけども、ベルメゾンのオリジナルの速乾タオル速乾タオルとマイキーのやつリサ・ラーソンのマイキーの赤いマイキーの可愛いタオルですね。ということでタオルでこの金額と、あとはレースカーテンですね。4990円と、もうねこうレースカーテンをこうシャッと開ける時とかにね、その親指がねこのレースカーテンの中にズボって入ってビリって破いたりとかねしたことがあって、いくつか穴が開いてたんですよね。もう経年劣化でもう生地が弱ってたんだと思うんですよね。このレースカーテン、このっていうかもう捨てちゃいましたけれども、それまでのレースカーテンは私がこっちに引っ越してくる前から使ってたやつなんですよ。だから引っ越してきて4年でその前から使ってたんで、10年くらいかな使ってたかもしれないです。多分10年くらい使ってますね。そりゃ穴も開くわっていう感じで。でしかもね引っ越してきて一応レースカーテンそのまま使ったんですけど、長さがね3センチぐらいちょっと足りてなくてちょっと短かったんですよねでも別にいいやと思ってそのまま使ってたんですよね。窓枠の下の方って10センチぐらいこう窓枠になっててガラスじゃない部分があって光も入らないから別にちょっとぐらい短くても問題ないやと思ってそのまま使ってたんですけどね。メインのカーテンの方はね買い替えとかしたんですよね一応。ということでレースカーテンが4990円。これ普通くらいの値段なのかな、なんか安いような気もするんですけどね。もっと安いやつとかもあったんですよ。2500円とか3500円とか、それ3000、2500円はなかったかな。3000円台とかも全然あったんですけども、防煙のを買ったんですよね。火事になった時とか燃えにくいやつ。1000円くらい高く1000円以上かな、1200300円高くなったんかもしれないけど、でもね万が一で燃えにくい、その方が全然いいじゃないですか。外に面しているカーテンなので、燃えるといったら横のお部屋とかから火事とかの火があって燃え移る場合とかしかちょっと考えられない気がするんですけど、なんかそういう場合一応ねとりあえず少しでも安全な方がいいかなと思って、1200300円で安全が買えるんだったらいいかなと思って一応防煙機能もあるレースカーテンにしときました。はい、そんな感じで、特別出費が今回8440円ありました。
ということでこれで全部言ったかな。はい。では総合計ですね。7月の生活費総合計は、12万7322円でございました。はい。まあいつもと同じくらいですね。だいたいね、いつも10万円くらいっていうのがね、目安なんですけれども、今回からね、いつも払ってなかった国民年金1万7510円の分がね、入ってますので、さらにね、ベルメゾンでお買い物したのがね、1万2000円ぐらい全部でね、ベルメゾンでお買い物をしてるので、それ考えたらね、だいたい10万くらいなのかなっていう感じなので、いつも通りですね。私はね、引きこもって生活してるので、特別イレギュラーな出費っていうのがまずないんですよ。こういうふうになんか家具が壊れちゃったとか、消耗品とかを、例えば靴下とか下着とかね、あとはこのタオルとかカーテンとかね、その必ず必要なもの、そういうものを買った時ぐらいしか特別な出費っていうのはなくて、どっかに旅行に行ったとか、美味しいもの食べに行ったとか、誰かと飲みに行ったとかね、そういう出費がないので毎月毎月この、生活費のねお金が変わらないっていうのがあれなんですけどね。いずれね、この生活費がこう毎月一定じゃなくてこうデコボコになるようにというか、あれに使った、これに使った、今回はあんまり何もしなかったとかね、普通にいろんなことをこうどっか出かけたりとか、誰かに会ったりとか、何かしたりとかね、そういう感じになるといいなっていうふうに思ってますね。ちゃんと人並みに稼げるようになったら、そういう感じにしたいなっていう気持ちはめちゃめちゃありますね。人並みになんなくても、とりあえず今生活費の分をマイナスじゃなくて、例えば今回の私だったら13万収入があればOK なので、ちょっと待って、 OK って言っていいのかな。来年この社会保険料を払うとかね、住民税とかもね払うっていうことを考えたら15万くらいないとちょっとあれかね、それくらい稼げるんだったら、自分のが健康なうちにね、ある程度マイナスになってしまったとしても、今やりたいことをお金払ってやるっていう方がトータルで考えたら大事っていうのもあるのでね、メンタルがこう元気になってきた今、ちょっとずつねいろんなことをやろうかなっていうふうに思いますし、それが大事なんだっていうことをね思い出すようにしたいなっていうふうに思いますね。ということで、そうだ円グラフですね。今月の円グラフはこんな感じですね。やっぱりね、国民年金が今月から払ってるから、このオレンジの部分ですね、今までとこの円グラフのバランスが全然違いますね。今までこの家賃が半分近くになってたんですよ。それが今回国民年金入ったことで、家賃と国民年金が二大巨頭、巨頭じゃないけど二大出費みたいなバランスに変わりましたね。でも食材費も多いか。ということでこんな感じでございました。ここまで、1ヶ月の生活費について喋ってたんですけれども、その中で国民年金、今までずっと免除申請を出していて払ってなかったのを、今回からもう免除はできませんっていうお知らせが来たので、払うことになりました。今回7月分から払うことになりましたっていうふうに喋ったんですけども、それを喋った後にね、うちのポストに投函されてたのがね、国民年金保険料の一部免除申請のご案内っていうのが届いてたんですよ。でその内容を見たら、一部の金額だから、国民年金の全額じゃなくて半額とか4分の1とか4分の3とか、ちょっと減額できますよっていうような申請のこのお知らせ
とかの内容が封筒で入ってて、その中に申請をするんだったら申請のこの用紙、申し込み用紙みたいなのもあったんですね。だから多分1ヶ月くらい前にですね、今回からは、あなたは免除はできませんというふうにね、審査の結果あなたは今回から払ってくださいみたいなお知らせが届いたんですけども、時間差の1ヶ月後くらいにですね、今度は一部だったら免除ができますよみたいなやつが届いてて、申込書も入ってたと。だから全額免除はダメだったけど、もし無理だったらこの一部の免除だったらできますっていうお知らせが1ヶ月時間差で届きましたっていう、一応それを補足で言っておきたいと思います。私はね、もう一部免除とかめんどくさいから、しかももう払っちゃったしね、1回分なので、普通に払っていきたいと思います。で、今後ね、また本当に貯金がそろそろ尽きちゃうとかね、そういうやばい感じになってきたら、またそういう時はね、自分の年間の所得っていうのもね、すごくやばいはずなので、そういう時はね、免除申請もまたできると思うので、その時またそういうのを考えればいいって感じで、もう私は国民年金の免除はせずに、普通にこれからは払っていこうというふうに思っています。はい、一応ね、そういうことがあったよってことだけは補足で言っておきました。ついでにね、もう一個補足しとくと、私みたいにね、収入がちょっともうずっと途絶えちゃってて、貯金を切り崩してるとか、メンタルがちょっとやばくてずっと働けてないとか、その収入がね全然ないのに、この保険料とかね、年金とかね、そういうのがもうやばいっていう方はね、国民年金払ってないとかね、そういう方もいるかもしれませんが、払ってないっていうのは未納っていう状態になるんですけれども、同じ払わないでも免除申請をしておくと、未納ではなくて免除中っていうことになるので、これをしとくとしとかないとだと全然違うので、それをしておくようにしてくださいねっていうことは一応言っときたいかなっていうふうに思います。同じ払わないとか、同じ払ってない状態でも将来もらえる年金の額はちょっと違ってきますので、後からの効納っていうのもできますし、なので未納ではなくて同じ払わないであれば、もしかしたらね、メンタル的にきつくてそういう手続きすらできないっていう人もいるかもしれないですけども、できるなら免除申請をしておいてくださいねっていうふうにね、払ってないっていうのは未納と免除中っていうのだとね、ちょっと違うんですよっていうことだけは一応ここでね言っときたいかなっていうふうに思います。はい、そんな感じですね。そうだ、なんかねちょっと言っときたかったんですけど、前々回かな、私がリサ・ラーソンの T シャツを3つ持っててとかね、なんかそんなことをちらっと動画内で言ってたと思うんですけど、着替える時タンスの中からね T シャツ出そうとして気づいたんですけど、3つじゃなくてね、もう1個ありましたねなので持ってたのは4つでした。で、この生活費の動画を喋ってた時の今回のね背景画になってたこの映像も、それがね、私が着てた T シャツがリサ・ラーソンの4つ目の T シャツですねなんでこの T シャツ忘れてたんだろうと思って、これ多分1番2番ぐらいに好きな T シャツだったんだけど、この T シャツもねリサ・ラーソンでお気に入りなんですよね。一応ねそれを言っときたかった。なんか3つって言っちゃったけど4つだったからなんか違うじゃんと思ってはい、ちょっとどうでもいいんだけどね。はい、そんな感じで毎日暑いですね。なんか最近暑いですねネタしかやってないんですけども、
あんまりにも暑いし、食中毒とかもちょっと心配じゃないですか。で、普段なるべく気をつけてて、なるべくこうレンジでしっかり加熱してとかね、あの食べるようにはしてるんですけれども、その中でもちょっと今日ね、さらにプラスアルファでちょっと考えたのは、置いてる調味料ですね。調味料も常温で置いてたみりんをね、一応冷蔵庫に今日から入れました。常温で置いてる調味料系はね、油と料理酒とみりんとお酢、これくらいは液体系のねやつで、調味料はちょっと常温だったんですけども、みりんはね一応ちょっと冷蔵庫入れようかなと思いました。みりん使う頻度も結構少なくって、私最近はなので夏が終わるまで使い切らない気もするし、一応入れとこうかなと思って、で料理酒も入れようかと思ったんですけども、料理酒はねそこそこ使ってるし、そもそも買ってるのが結構350ml ぐらいの小さめの料理酒なんですよね。だからこれはまあいいかなと思って、あと YouTube とかで見た中でも、みりんとかは入れた方がいいけど、料理酒とかだったら長期でこう保存するのであれば入れた方がいいっていう言い方だったので、優先順位的にはみりんの方が入れた方がいい感じだったんでねなのでみりんの方を入れておきました。ちなみにね、私お醤油とか味噌とかはね、冬でも冷蔵庫に入れてるんですよね。お醤油とかもね別に常温でいいはずなんですけれども、これはね私はお醤油って結構風味がちょっと変わるかもなっていう気がして、冷蔵庫とかのね温度が冷蔵庫の中って一定じゃないですか。だから冬とかでもなるべくこう温度が一定のところの方がお醤油の味がこう保たれるかなっていう理由もあって、お醤油は冷蔵庫に入れてありますね。で味噌とかはね意外に結構こうカビとかも出やすい、意外と傷みやすいっていうのもあるので、味噌はもう常時冷蔵庫に入れるようにしてます。ただね夏以外だったら買ってきてまだ1回も開けてない味噌とかだったら、冬とかね夏以外の暑くない時だったら開ける前は普通に常温でストックしてたりとかすることはありますね。味噌のカビとかは食べても大丈夫なんて言われたりとかしてますけれども、それ昔の私みたいにね昭和生まれの人はそういうのを結構聞いたことあるかもしれないですけども、でも味噌でもね食中毒って起きると思うんですよ。特に近年のね暑さはやばいし、あと昔はねなんていうかこう保存するところが結構通気性が良くて、こう暗いところとかね、そういう床下とかちょうどいいところはあったと思うんですけども、昨今の住宅事情だとやっぱり湿気もこもってさらにこうすごく、気温もね全体的にそもそも気温も上がってるので、そうだからそういうのもね食べ物の中でも常温保存ですって書いてあるやつとかでも冷蔵庫に入れた方がいい場合はあるだろうなっていうのは自分でちょっとよく考え直してね、夏の間だけ冷蔵庫に入れようとかね考えた方がねいいかなっていうふうに思いますね。なんかそういうカビとか食べれるよとかいう昔の人はさ、それで思い出したんだけど、味噌のカビは食べれますとか、餅のカビは大丈夫ですとかね、そういうのを昔昭和生まれだったらありましたよね。ですぐさま食中毒でこう倒れてこう命に関わるとかそういうのはないかもしれないですけども、あのやっぱりカビちょっと食べちゃっても食品の中ではまだ平気な方かもしれないけど、やっぱり明らかに体に良くないみたいなので、お餅のカビとかもね、なのでやっぱりね今の現代の常識では食べない方がいいと。で保存方法も気をつけた方がいいっていう感じですね。そんなことを思ったりしてましたあと最近はね、なんだろう、そうだな、最近ねちょっとお気に入りでよく見ちゃうYouTube がね
私ワンコ犬が大好きなんですよね。でもちろん飼ってないですけども、あのだからたまに犬の動画とか見ちゃうんですけども、その中で最近ねついつい見ちゃってる、はまってるってほどじゃないんですけど、つい見ちゃうのが狂犬病予防の注射会場のあのやつがあって YouTube で。だからこういろんなワンコがね、この狂犬病の注射の会場にこう家の人につられてこうやってきて、ワンコによっては何もなかったようにプチって打たれるワンコもいれば、もう嫌がってギャンギャンするワンコもいればみたいなね、それを見るのがね面白くてね、なんかなかなかいい目の付けどころだなって思いましたね。その狂犬病予防の注射会場のところでいろんなワンコのところを見るっていうのはね、すごくいいあのねいい企画というかね、いろんなお家のワンコが見れるし、いろんなワンコのその特性みたいなね、性格みたいのがいろいろ見られるし、なんかそれがめっちゃ面白いなっていうふうに思いました。でね、私は日本犬が大好きで、特に柴犬とか大好きなんでね、ついついね洋犬の子たちには申し訳ないんだけどね、洋犬が出てきたらついこう早送りして柴犬のところまで飛ばして柴犬ばっか見てたりとかしますね。もうワンコはみんな可愛いけど、特にね、タイプがね、私のタイプは柴犬なんですみたいなねのがあるので、なんかよく思うんですけど、普通の会社とかでも普段の会話とかでもなんかよくどうでもいい話の中でどういう人がタイプなのとかね、そういうのって結構聞かれたりとかするじゃないですか。そういう時自分のタイプ、この異性のタイプですよね。ちょっと特にタイプないから分からんわと思って、結構頭をでもなんか喋んなきゃと思って、なんか考えても浮かんでこないから超適当なこと言ってるとか、そういうことがあったりとか、あとは一時期はその聞かれた時用にあらかじめこの人とこの人っていう風に考えとこうっていうのをそう決めて、そこそここの人は好きかもっていうのを頭の中に入れといて、その質問を聞かれたらこの人とかこの人だよっていう風に答えるっていうのを頭の中で決めといたっていうことがあって、だからね、つまり異性のタイプっていうのはね、聞かれても私結構特にないんですよね。なんか言うなればなんかこうなんかいいなって思った時がいいななので、しかもそのいいなの人は見た目とか性格とかが結構統一されてないとかね、共通点がないので、なんかこうフィーリング的なものなので、好きな異性のタイプっていうのはないんですけども、私明らかに犬ワンコだったら好きなタイプ何って聞かれたらもう即答で柴犬っていう風に答えられるのになっていう風に思いました。柴犬も好きだし、全体的に日本犬が好きですね。日本犬のちょっとこう切ない目の感じとかね、もしくはちょっとこう成犬になった後の秋田犬とかもね、こうちょっとこう渋みがかったこう顔出しとかねがねタイプだなって思いますね。あとは可愛いしね、黒柴とかも眉毛がマロっぽくて可愛いですよね。だからね、今はちょっと犬とか飼えないですけども、いつかねちょっともうちょっとさらにど田舎とかに引っ越して何人かでシェアハウスみたいなとこで住めたら犬が飼いたいなっていうね、ちょっとした夢はあるんですよね。ちょっと一人暮らししてると、私もワンコの相手四六時中できるわけでもないし、ワンコからしてもいつも一緒にいてくれる人が一人しかいないっていう感じになっちゃうので、複数人で住める状態だったらワンコは飼ってあげたいなっていう気持ちがあるんですけど、今の私ではね、ワンコにとってはねちょっとまだ私一人ではちょっと不足かなと思ってワンコをきちんと幸せにしてあげられないのでちょっと飼ってないんですけれども、
いつかね変えたらいいななんて思ったりしますね。そのためにはね、まずは第一に人並みの収入を得れるっていうところまでね、まずは持っていかないとなっていうのがあるので、今はねギリギリ貯金を毎月この生活費のこの出費してる分くらいは、どうにか収入はできてるけど、最低限の生活を賄えるくらいのまだ収入しかないので、つまり普通にお洋服買ったりとかさ、美容院行ったりとか旅行に行ったりとか、そういうくらいのなかなか収入がまだないので、言うなればその派遣とかで働いてる人くらいまで収入が普通に安定すればいいなって思ってるんですけども、今は全然そこまで行ってないと思うので、それをどうにかしなきゃだなっていうふうに思っております。そんな感じで暑い日が続きますが、今日もアイスでも買いに行きたいななんて思っております。それではまた。